あなたと二人っきりの出張、楽しみね。もう逃げられないわよ。いっぱい楽しみましょうね。そう言って不敵な笑みを浮かべるこの人物。この会社に長く勤めているおつぼねで、なぜか俺に異常なまでに執着している。この出張もこのおつぼねに仕組まれたものだと知っている俺は、怖くて仕方がなかった。一体この人は何を考えているんだ。男である俺がこんなに恐怖を覚えるなんて自分でも驚いている。しかしこの出張をめぐりあんな結末になるなんてこの時は想像もしていなかった。俺の名前は田中。某アパレル企業に勤めている35歳の会社員だ。俺には入社以来ずっと頭を悩まされている厄介な問題が一つあった。それはこの会社にいる佐藤というおつぼねの存在だ。おつぼねは年齢不詳の女性で、何でもこの会社が創立した時から働いているらしい。しかしその割にバリバリと仕事ができるわけでもなく、面倒な仕事は絶対に引き受けないタイプなのだ。その代わりに他人の仕事には口出ししたり文句を言ったりするので、社員の間では厄介者扱いをされていた。特に若い女性社員への当たりはきつく、ちょっとその服装何？やば、センスなさすぎと大声で人前でけなしたり、今日のランチこのイタリアンの店で食べたいからあんた時間給取って並んでおいてと無茶苦茶な命令を出したりと、やりたい放題なのだ。だが噂によると、今まで何人もの社員がこのおつぼねによって退職に追い込まれたという話がある。どうしてそれほどまでに権力を持っているのかというと、なんとおつぼねは社長の愛人らしいのだ。確かにおつぼねは実年齢の割には綺麗で、美魔女という言葉がぴったりの風貌だ。またおつぼねを愛人にしているという物好きな社長も相当なポンコツ具合なのだ。会社経営よりも女遊びの方が忙しく、その分副社長がかなりのフォローをしなければならないらしい。社長には何人も愛人がいて、おつぼねはその中の一人というわけだ。だが愛人たちの中でもおつぼねは一番付き合いが長いらしく、社長はおつぼねの尻に敷かれているのだとか。おつぼねが住んでいる高級マンションも社長のポケットマネーで借りてもらっているのだそうだ。このように社長がおつぼねの言いなりなので、おつぼねは目障りな社員がいると社長に言いつけてはクビにしているのだ。そのせいで社内の人間は誰もおつぼねに逆らうことができない状態になっている。しかし不思議なことに、この会社に入社したての頃から俺はおつぼねに異常なほど気に入られていた。それはなぜか俺が海外での勤務経験がある有望な人材だと入社前から社内で噂になっていたからかもしれない。おつぼねはとにかく優秀な男性が好きなのだ。ここで少し俺がこの会社に入った経緯を説明したいと思う。俺はこの会社に入社する前は海外に住んでおり、有名なアパレル企業に勤めていた。10年以上その企業に勤めていたのだが、一人暮らしの母親が病に倒れたため仕事を辞めて日本に戻ることになったのだ。そしてその際に就職したのが今の会社だった。この会社は海外へと事業を広げようとしている日本でも注目のアパレル企業。この会社に入社してまだ数ヶ月だが、海外での営業の経験もあり、英語が堪能な俺は海外への事業展開にあたってかなり期待されているらしいのだ。俺もそんな会社の期待に応えるべく毎日頑張っている。おつぼねはそんな俺をどうやら気に入ってしまったようなのだ。田中くん、今日も可愛いわね。この腕の筋肉もすってき。今日もおつぼねはそう言って俺の二の腕を撫でた。入社してしばらくした頃からおつぼねは俺に過剰なボディタッチをするようになってきたのだ。あはははは。俺は内心すごく気持ちが悪かったが、拒否することもできず苦笑いをするしかなかった。ねえ、今夜
一緒に夕ご飯食べない？私の家に来てよ。手料理食べたいでしょ？おつぼねは上目遣いで俺を誘った。いや、今日はちょっと用事がありましてすみません。俺はそう答えると一目散にその場を離れた。このように入社以来何度もおつぼねに食事に誘われていたが、俺はすべて断っている。単純におつぼねと食事をしたくなかったし、なぜか毎回家に招かれるのが怖かった。しかも社長の愛人というワードがちらつき、とてもじゃないけどおつぼねとプライベートで会うなんてことはしたくなかったのだ。しかしおつぼねはしつこかった。仕事上でやり取りするために交換していたメッセージアプリには毎日のようにおつぼねから連絡が来ていた。その内容も今日も田中くんのことを見てたわよとか、田中くんに会いたいなとか、完全に好意を持っていると思わせるような内容で、俺は返信に困っていた。しかし返事を送らないと10分おきごとに無視するなんてひどいわね、田中くんの意地悪なんてメッセージが鬼のように送られてくるので、無視するわけにもいかず無難な返事を返してしのいでいたのだ。今思えばそれが良くなかったのかもしれない。おつぼねは脳内で勝手に都合のいいように解釈し、俺に対する気持ちがどんどんヒートアップしてしまったのだ。そのせいで社内でもおつぼねの俺に対する執着によっていろんなトラブルを巻き起こした。俺が他の女性社員と話しただけで、その女性社員はおつぼねから呼び出されて罵倒されるようになったのだ。そのためほとんどの女性社員が俺を避けるようになってしまった。俺に話しかけてくる女性といえば、おつぼねの他におつぼねより年上の初老の女性の2人のみ。そのせいで仕事にも支障が出てしまい、俺はかなり困っていた。さらにおつぼねの執着はとどまることを知らず、なんとおつぼねは部長に圧力をかけ、地方へ出張へ俺とおつぼねの2人で行くように画策したのだ。出張は1泊2日で、その間おつぼねと2人で過ごすことになるなんて、俺は憂鬱でしかなかった。しかしそんな俺とは対照的に、おつぼねは出張楽しみね、もう逃げられないわよ、いっぱい楽しみましょうねと不敵な笑みを浮かべたのだ。そんなおつぼねを見て俺は怖くて思わず逃げ出しそうになった。一体この人は何を考えているんだ。男である俺がこんなに恐怖を覚えるなんて自分でも驚きだった。しかし出張当日、俺は幸運と言っていいのか、なんとインフルエンザにかかってしまい、出張を免れたのだった。俺が出張に来られないことを知ったおつぼねはめちゃくちゃ発狂していたらしい。メッセージにも嘘つき、裏切り者、せっかくの2人の旅行だったのに最低などといった罵倒の言葉が何十件も入っていた。まあ俺は数日間高熱でうなされていたので、そのメッセージを見たのは随分と後だったのだが、しかしその一件が決定打となり、おつぼねの俺への態度が表変したのだ。療養期間を終えて出社した俺はおつぼねに迷惑をかけたことを謝りに行った。するとおつぼねはふざけんじゃないわよ、私がちょっとあんたに優しくしたからって調子に乗るなと切れてきたのだ。俺が何度謝ってもおつぼねは許してくれず、俺を非難し続けた。そしてその日からおつぼねによる俺に対する嫌がらせ行為が始まったのだった。それは俺が取引先と電話で話していると、隣までやってきて俺の悪口を大声で話し始めたりするのだ。電話の相手の声も聞こえづらいし、相手に俺の悪口が伝わり、せっかく商談を進めていても気まずい雰囲気になってしまう。さらにおつぼねはわざと業務に対する重要な情報を俺に伝えないようにしたり、
嘘の情報を流したりして俺のミスを誘発しようとした。他の社員がおつぼねに気づかれないように正確な情報を教えてくれて事なきを得たのだが、おつぼねの陰湿な嫌がらせによって俺の業務は著しく滞っていったのだ。周りの同期や上司たちも俺に同情はしてくれたが、誰もおつぼねの暴走を止めることはできなかった。とうとうこらえきれなくなった俺は直接おつぼねと対決することを決意した。もしクビになったとしても、そんな環境で働くくらいならやめた方がいいと思ったのだ。意を決して俺はおつぼねを空き部屋に呼び出した。嫌がらせをするのはやめてくれませんか？あなたが僕の業務を妨害するせいで会社にも迷惑がかかっているんですよ。するとおつぼねはにやりとしながら、あなたが私との旅行をキャンセルしたから悪いんじゃない。熱があろうがしんどかろうが私との旅行ははってでも来なさいよ。さっきから旅行って言っていますけど出張ですよね。公私混同しすぎていませんか？正直佐藤さんにはすごく迷惑しています。するとそれを聞いたおつぼねの顔がみるみる般若のような顔に変わっていく。しかし俺はもう止まらなかった。おつぼねに対して溜まっていたストレスが一気に噴き出してきたのだ。メッセージを毎日送ってきたり、セクハラまがいのことをしてきたりして正直怖いです。はあ？あんた何様のつもり？あんたの分際で私にそんなことを言っていいと思ってんの？出張の件も別の人が行く予定だったのに強引に佐藤さんと俺に変更するように部長を脅したんですよね。部長が嘆いていたのを聞きましたよ。するとおつぼねは顔を真っ赤にして、うるさい。ちょっと優秀だから可愛がってあげようかと思ったけど、もういいわ。私に逆らう男なんていらない。私の権力であんたはクビにする。とわめき散らしたのだ。しかしそうなることを覚悟していた俺は、社長の愛人ってだけで随分と偉いんですね。どうぞクビにしてください。と言ってやった。するとおつぼねは怒りで体を震わせながら、覚悟しなさい。私に盾ついたこと後悔させてやる。そう言い捨てて部屋を出て行ったのだった。翌日おつぼねの宣言通り俺は会社をクビになった。思った通りだが社長命令だそうだ。俺の働きをよく知る部長は必死に止めてくれようとしたが、だって佐藤くんが田中くんにセクハラを受けたって言うんだよ。そんなやつはクビにして当然だろう。なあ佐藤くん。そうですよ。私すごく不快な思いをしました。セクハラするような人と一緒にはもう働きません。おつぼねはまるで悲劇のヒロインのようにそう答えた。しかし田中くんがいなければ大変なことに。そういう部長の言葉を遮り、社長は、それをどうにかするのが君の仕事だろう。それにもう決まったことだから変えられないよ。と言って聞き入れてくれなかった。俺は身に覚えのないセクハラをでっち上げられ、悔しさで唇をかみしめた。その様子をおつぼねは満足げにニヤニヤと見ていたのだった。俺は荷物をまとめ、お世話になった社員たちに挨拶をした。本当は引き継ぎや取引先への挨拶もしたかったのだが、おつぼねがさっさと出て行け。もうあんたは用済みなんだから。とうるさいのでできなかったのだ。引き継ぎなしで大丈夫なのか心配だったが、このまま俺は会社を後にしたのだった。会社をクビになり無職になった俺は心にぽっかりと穴が開いたようで、数日間は何もしない日が続いた。今になって会社での仕事がとても楽しかったことに気がついたのだ。海外展開に向けての主力となって働き、これからいよいよという時にクビになってしまったのだ。あのおつぼねさえいなければ。そんな思いが頭をぐるぐると駆け巡っていた。そんなある日、前の会社の部長から電話がかかってきた。田中君、助けてくれ。やはり君がいないとダメだ。君が抜けたことで海外関連の業務がすっかり滞ってしまって、契約していた海外の企業から問い合わせが殺到したんだ。君が辞めたことを伝えたら、
君がいないなら契約終了でと言われてしまって、次々と契約が破棄されているんだよ。そうですか。実は俺も残してきた仕事のことが気になっていました。しかし佐藤さんがいる限りそちらに戻ることはできません。そのことだが、契約破棄があまりにも続いて社長も困ってしまってな。早急に田中君を呼び寄せてほしいと言っている。佐藤君のことは何とかするそうだ。その後も部長に何度もお願いされ、俺は会社に戻ることを承諾した。俺は今まで海外の取引先と丁寧にコミュニケーションをとり、信頼関係を築きながら仕事を進めていた。契約したのは俺のことが気に入ったからという企業もあるほどだ。そんな俺が引き継ぎもせずに辞めてしまったら、俺の代わりができる人間なんているはずがなかったのだ。そしてその翌日、なんであんたがここにいるのよ。俺が会社にいるのを見たおつぼねは大声で叫んだ。あんたクビになったわよね。どういうことか説明しなさいよ。おつぼねは俺の胸ぐらをつかんで俺の体をぐらぐらと揺らした。ちょっと話してくださいよ。俺が抵抗しても、うるさい、早く出て行けと言って話さない。するとそこに部長が社長を連れてやってきた。社長が来たことに気づくと、おつぼねはすごい剣幕で、なんでこいつがいるのよと社長に詰め寄った。おつぼねのすごい迫力に押され、社長はタジタジになっていた。すると部長が、田中君には今日から復帰してもらいます。そうですよね社長と言った。社長はおうと小さくうなずいた。はあ、復帰？そんなこと私が許さないわよ。おつぼねは怒り心頭だ。すると部長は、あなたに許してもらわなくても問題ないです。なぜならあなたはクビだからですと言ったのだ。クビ？どういうことよ。さすがのおつぼねも動揺を隠せない。これは社長のご判断です。部長がそう答えると、社長が気まずそうに、まあ我が社にとってそれが一番いいという結論に至ったんだ。許してくれとおつぼねに言った。おつぼねは現実が受け入れられないのか呆然としている。そんなおつぼねに部長は、そういうことだから早急に荷物をまとめておいてくださいね。君の場合引き継ぎはなくてもいい。大した仕事はしていないのだからと言い放った。おつぼねは顔を真っ赤にさせ、よくも私に恥をかかせてくれたわね。社長の裏切り者。このままで済むと思ったら大間違いよと大声で言い捨て走り去っていったのだった。しかしおつぼねがいなくなったことにより、被害を受けていた社員たちは歓喜していた。よほどおつぼねは社内全体に良くない空気をまき散らしていたのだろう。また社員たちは俺が戻ってきたことにも大歓迎してくれた。そのおかげで俺も前向きな気持ちで仕事を頑張ろうと思えたのだった。しかしやはりこの騒動はこのままでは終わらなかったようだ。社長に見捨てられたおつぼねは頭に血が上り、あろうことか社長夫人に自分たちの関係を暴露したのだという。プライドの高いおつぼねは自分を裏切った社長に何かしらのダメージを与えたかったらしい。しかしそのせいでおつぼねは社長夫人に慰謝料の請求をされた挙句、今まで住んでいた高級マンションも追い出されたそうだ。完全に自爆だ。今はどうしているのかは知らないが、あの性格なのできっと苦労していることだろう。一方社長の方もクビになった。実はこの会社はもともと社長夫人の親が創立したものらしい。社長の浮気がバレたせいで社長夫人や社長夫人の両親が激怒。社長はクビになり、社長夫人とは離婚してしまったらしい。今ではただの無職のおじさんだ。今では副社長が社長になり会社を引っ張っている。副社長が社長になったおかげで会社の風通しも良くなり、空気がとても良くなった気がする。俺の方はといえば海外での取引も無事に契約し直し、仕事は順調だ。おつぼねのいない会社は働きやすく、とてもやりがいを感じている。この環境に感謝しつつ、これからもますます頑張りたいと思う。